なるほど。今の話をまとめると、チアフルデイズのらしさは高嶺の花。ダンスも歌もビジュアルも突き抜けた、誰もが憧れるアイドルであろうとしてるってことだね。はい。今回モアモアジャンプさんにやっていただくサイレントブルームでも、このコンセプトを大事にしてパフォーマンスしてます。一人でも自信と誇りを胸に堂々と歩いていける、そういう強さを表現して、誰かにとっての憧れになれるように。で、モアモアジャンプのらしさはありのままなところ、等身大でファンに寄り添う短さを大事にしてるか。ええ、それはこの曲のそばにいるよってテーマを表現する時も同じよ。飾らないありのままの自分で一緒に頑張ろうって手を伸ばすイメージでパフォーマンスしているの。これで曲やグループについてはある程度理解できたけど、知れば知るほど難しそうね。チアデのらしさを取り入れて私たちのパフォーマンスと一つにするのは。ええ、改めて整理してみると、私たちの方向性は真逆だわ。うまくまとめないと相手の良さと自分たちの色が噛み合わなかったり、中途半端になったりしてしまいそう。一体どうすれば。確かにバランスを取るのが難しそうではあるけど、これでやるべきことは見えた。あとは各自で練っていこう。国木さんに指摘された課題は2組とも違うし。そうね。じゃあチアデは向こうで続きやるよ。はい。こっちも私たちの課題に向き合おう。チアフルデイズの曲でどうやって私たちらしさを表現していくかってことだよね。ええ、チアデの良さを残したまま私たちらしさを出すには。難しいけど、両方のグループを知ってるからこそ見えるものがきっとあるはずよ。もっと深く考えなきゃ。チアフルデイズは高嶺の花のアイドルグループとして売り出された。女性人気も高くて、こんな風になりたいって思ってくれるファンの子たちも多かったわ。身近とは真逆、憧れの存在だからきっと親しみやすさを感じるアレンジはチアフルデイズの良さを消してしまう。それならこっちに来てってコンセプトで振りや歌い方をアレンジするのはどうかしら。こっちに来て？どうしてそのコンセプトなの？モアモアジャンプとチアフルデイズのらしさの違いは、ファンにとって身近な存在か憧れの存在かにあると思うの。私たちはファンの近くに立って一緒に頑張ろうって気持ちを届けようとしているけど、チアフルデイズは憧れの場所に立つことでそこへ近づくために頑張ろうって気持ちを引き出そうとしているから。だからチアフルデイズの曲でどっちのらしさも表現するなら、憧れの場所からお客さんを近くへ引き上げるようなイメージでアレンジすればいいんじゃないかって。だからこっちに来てなんだ。なるほど。じゃあ圧倒的なパフォーマンスで憧れを植え付けながら近さも感じてもらえるようにアレンジしてくって感じかな。例えば本当の私を知らないでしょって歌詞があるでしょ。ここはもともと国王の女性が周りを拒絶するようなイメージで踊っていたけど、こんな風に
こっちに来てって誘うアレンジにすれば。近づいてくるのを待ってるって感じの表現になるわね。突き放すんじゃなくて引っ張ろうとしてくれるみたいだったよ。でもあくまで曲の一人でも堂々と立てる強さってテーマやチアフルデイズらしさは守れてる。確かにこの方向性なら憧れと短さを両方表現できそうだな。私はこの案賛成だよ。みんなはどう？すごいよ、しずくちゃん。よかった。じゃあ頭から見直していこう。そうね。イントロはまだ遠いってイメージに寄せて。私たちなりのアレンジがまとまったわね。よかった。これなら本番に間に合いそう。ええ、テーマがあったからアイデア出しやすかったし、うまくまとまったと思うわ。改めてありがとう、しずく。私はできることをしただけだけど、力になれたならよかったわ。でも重要なのはここからだね。こっちに来てってコンセプトは憧れを抱いてもらえる歌とダンスが前提になってるから。ええ、アレンジを加えてもクオリティは落とせないわ。今まで以上に完璧を目指して詰めていかなくちゃ。ラストはもっと余韻を残して。みのりちゃん、手の動きが硬いわ。手首を使って滑らかに。はい、こうかな。いいと思うわ。これでアレンジの振りも覚えられたし、あとはひたすら特訓ね。時間が許す限り詰めていくわよ。ねえ、ちょっといい？アリサちゃん、何かしら。今日のうちにもう一回通し練習したいと思って。こっちもアレンジが固まったから、本番を想定したパフォーマンスで確認したいんだよね。そうだね。私たちとしてもありがたいな。じゃあ、決まりね。早速で悪いけど、今から行ける？すぐ準備するね。本番はあさって。残り時間を考えると、通せる回数は限られてるわ。アリサちゃんも言っていた通り、これが本番だと思って臨まなくちゃ。私たちが出した答えを信じて、今度こそ、モアモアジャンプにしかできないパフォーマンスをしてみせる。じゃあ音楽かけますね。よろしくお願いします。モアモアジャンプの皆さん、さらにパワーアップしてますね。確かに、歌のパワーが増してるし、ダンスも前よりメリハリがついてる。チアフルデイズのらしさ。憧れを生むパフォーマンスを意識して練習したんだろうね。でも、それだけじゃ。何？今の。表情が一瞬崩れた。ミス？じゃない。これはほんの少しだけ心を開いてる表現。それもやりすぎない絶妙なバランスで。雫だけじゃない、
他のメンバーも。時々ふっと緩む表情、挑発的な仕草、まるであなたも来れるでしょって引っ張ろうとしてるみたい。そっか、これがモアモアジャンプの。次はアリサちゃんたちの番。一体どんなパフォーマンスを。やっぱりすごいわね。洗練されたパフォーマンスはそのままに、歌声や表情でそばにいるよってテーマも表現してる。まあどっちかっていうと仕方ないからそばにいてあげるっていうか、ちょっと高飛車な感じだけど。でもみんならしくてとっても素敵だわ。かっこいいと可愛いが押し寄せて頭の処理が追いつかないよ。でもこの違和感は何かしら。アリサちゃんたちならもっと。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。すっごく良かったです。いつものチアフルデイズとギャップがあって。ありがとう。でもそっちも良かったと思うよ。むしろ。なんでもない。じゃあここからはまた分かれて練習ってことで。みんな5分休憩したらすぐ練習再開するよ。アリサちゃん。何？もし私に手伝いそうなことがあったら言ってほしいと思って。手伝うって、そっちもまだ完璧に詰められてないのに。ええ。でもだったら今は自分たちに集中するべきでしょ。心配しなくてもこっちはこっちで最高のパフォーマンスをする。そうね。ごめんなさい。出過ぎたことを言ってしまって。アリサちゃんが言っていることは正しいわ。でもしずくちゃん、休憩しながら投資の動画一緒に見よう。ええ。アリサちゃんの言う通り、私たちもまだ完璧には程遠いわ。今は自分たちに専念しなくちゃ。